今日の動画では内臓と肩がつながっていると、内臓に働きかけると肩の動きがね変わるということを説明しながらね、施術のデモをやっていこうと思います。今寝てる彼、事前に評価はしたんですが、肝臓のあたり、肝臓ってこの辺にあるんですけど、肝臓の動きが硬いという評価チェックをしたので、じゃあ本当にそうなのかっていうのをね、肩の動きをチェックしながら見ていきましょう。肩をこうして内旋させます。内旋、こっちの動きですね。外旋、今こんな感じです。でここに肝臓があるので、肝臓を押さえながら内旋をすると内旋が変わったと。でもう一度外旋、肝臓を押さえながら外旋すると外旋が変わるということは、肝臓に原因があるという、方程式じゃないけどそういう考え方ができますので、その前にちょっとね、鎖骨のリンパを流しておきます。これからちょっと肝臓リワークをしたり、肝臓のワークも肝臓のリンパもするので、その前にちょっと準備段階として他のリンパを流しておきます。では肝臓のリンパにいきます。彼の場合、肝臓のこっち側が硬いですね。肝臓ってすごく広いので、この辺にもあるんですけど、大きい方メインで流れが悪いです。で今いい感じに流れたので、あれだけで本当に肩の可動域が変わるのか見ていきます。もう一回内外旋いきます。ほい、この辺りが結構一緒にこう回ってくる変化があると思います。で外旋も結構変わっていますねと。で原因は内臓にあったけども、もうちょっとね筋膜の制限が取れるかなって思うので、今度は筋肉に対してアプローチをしようと思います。ちょっと大胸筋と三角筋のあたり、今触ってるあたりが硬いので、それと一緒に脇のリンパも流しておきます。では内外旋、外旋も結構変わってますね。内外旋がかなり変わっていますので、もう一回流れチェックしておきます。もうちょいですね。ではチェックします。もうベッドの下の方まで手が回っていくような感じですね。外旋もかなり、取れて、もうこれはこれ以上骨の構造上いかないなっていうところまでいっています。こんな感じで内臓と肩、特に肝臓っていうのは右肩とすごくつながっているので、あれだけやるだけでも結構可動域が変わるということなので、もしこの動画が気に入っていただいたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。